どうもこんにちは、川口の健です。今回は姫路の坂本商店さんにお邪魔して漆のことやなめしのことについてお話を伺いました。坂本商店は甲冑や剣道の防具の素材として使われてきた姫路黒山革という特別な革を製造する国内唯一の旦那です。今映っているこちらの革、キラキラ光って見えます。これが黒山革と呼ばれている革で、牛の脂肪側の表面に手作業で漆を何層にも塗り重ねることでこのような光沢が生まれます。日本ならではの革ですね。脂肪側の凹凸に漆の漆黒の艶が乗る独特の表情から革の黒ダイヤという異名でも知られます。摩擦に強く、現在では剣道の銅などの高級な防具、さらに戦国時代には大将クラスの甲冑に使われていたという代物です。黒山革には手もみ、片足、極みと大きく分けて3種類のラインナップがあります。手もみは皮を揉むことによって脂肪を出し、その脂肪の上に漆を乗せた皮。片押しはスムースの皮に凹凸模様を片押しし、その凸部分に漆を乗せたもの。そして極み、その名の通り最高級素材なんですが、この極みはなめしで大きく深い脂肪を際立たせて、その脂肪の上に漆を乗せたものです。これらはそれぞれ表情や質感が異なります。ただどの黒山革も脂肪の凸部分のみに漆が乗っているため、皮を曲げた際に漆の乗っていない部分のみに曲げが吸収されることによって硬さのある漆が割れることなく、キラキラとした輝きを保ったまま非常にしなやかな感触を実現しています。また現代で主流の黒なめしではなく、古くからの伝統的な白なめしという製造方法を受け継ぐことで、環境や健康にも配慮した革作りが評価され、ベストニューレザー大賞などさまざまな賞を国内外で受賞されています。深さの陰影で漆とはこの反射する角度がやっぱり脂肪が不揃いやから、こっちの脂肪はこう反射して、こっちはやっぱり違うわけです、だから見た時の角度というのはやはり光と影で陰影も場所によって見る角度によって違うから、そこが特徴いうかな。通常の平面のお椀みたいに平面に全部塗って思ったら、もうやっぱりそれはそれの輝きが特徴やけど、黒山の場合はこのトップだけやから、それと不揃いの場合は特に片足は別として、こういう不揃いの場合は人の見る反射で必ず目としてやっぱり映像として映っとるから、それがやっぱり全く場所によって見る角度によって違う。それが特徴よ。やっぱり塗ってるとこと塗っているのはやっぱり先人の知恵や思うわ。やっぱり割れるもん、漆と、だからそこへ塗ってへんとこに逃げてもらういう感じ、だからこのヘリのところなんか特に絶対割れる。いいんで割れるからね。すごい柔らかいですよね。全くパキパキ感がない。やっぱ新しい創作やったら表情を重視とか、やっぱり脂肪の動きとか割れる。そうですね。ちょっとパリパリって言いますよね。この甲冑って昔から江戸時代とか、戦国時代からあるじゃないですか。その時もこの今と同じような黒山が使われてたんですか？使われていたという感じ。部分的に使うというか、やっぱり戦国時代なんかやっぱり終わってしてたらやっぱりもういっぱいいろんな歌舞伎もんやな、だからこういうにしてもやっぱり創作でやっぱり見せるための道具いうか、実際甲冑って博物館とかにあるじゃないですか、ああいうのに革は黒山革みたいな漆塗りの革は使われてるんですか？それがこの間いつたら使われていた。そうなんですね。やっぱり天守閣のあるところとかはあるんじゃん、部分的にね。その甲冑の名残というか、それでこう剣道防具とかにこれ毛皮貼って昔のこれに本当は漆塗って磨いて仕上げるものなんですけど、その甲冑の名残で漆が使われてたっていうことやと思ってるんですけど、皮一枚ここ乗せて、今から持ってくる皮をここに持ってきて、でここで何回も塗って、だから漆も
温度とかなんとかあるんや。うんこの中で先ほどのこれがこうさっきそこで塗ってここへ、その漆の固まりやすい環境がこの、それから年中湿度高いですねすごく。むしっとした感じ、ここで塗ってそれでうちの場合は2日間置いてでそれを何回も繰り返してその上で見たぐらいのツヤ感とツヤ感やけどあと本来はこの漆の硬さいうのが一応並行してなっていく、でそれがまあ商品として提供できるぐらいまで、まあ、回数をよく聞かれるには何回塗りますね、そやから1回あれを出してやっぱり触るんやなやっぱり。でそれ見て回数もやっぱりちょっともう1回とか塗りたいなとか、そういう感覚的なもんでこう作業して漆をその脂肪に乗せていって、で室に行ってそういうのを繰り返しいうか。脂肪には何で出るんですか？漆化けってあるんと違ってよく聞かれるんやけど、それはやっぱりこう手で押さえたりとかする道具があるんや、でそれはなるほど一子相伝ですね。これリザートとかそうやな、これ何かな象とかなんかやるようにもう今あとこの後ろにもあるの白漆のこの奥の白いやつって漆乗ってるんですよ。白漆あ、さっきの上で見せてもらってですか。これがなんかすごく気になります。漆は中国産の漆。まあ言うたら買いよるのは越前から買いよるじゃない、美濃和紙言うて、だからもう国宝級の文化財とかその修復しか国産のやつは本来のはないと思うとってるし、能登にしても輪島にしても日本の有名なところお店で売ってるやつは日本製やないと思うとってるし、せやけど中国製のは決して悪くないよね。やっぱり日本製と東南アジアで全部漆を取れるけど、さっき言ったみたいに漆オールとかゴム質とかなんとかいうのが一番近いんや。成分としては一番日本のあれと同じように成分が割とその比率が近いんやね。だからでも漆も高くなってるからね。もう日本製なんかでもやっぱりそれも日本製も情報寺とかあるけど西日本と東日本とあってなやっぱり水分がなやっぱり黒目作業ですとこさあれあるんやけどそれでもやっぱり粘りが違う、水分量が。だからそれによってやっぱりベテランの職人にしてもやっぱり何回か使わんと絶対に同じような仕上がりができへんと、やっぱり時間がかかるからやっぱり経験せなあかんやつも必ずあると思う。昔みたいに10年せなあかんいう世界じゃないけど使い慣れるいうことが重要な部分も必ずある。これは下のは顔料ですか？あ、これ漆ですか？はい、チューブに入ってるんです。入れてもらってるね。こっちが上生漆って書いてある。だから歴史的なものってまあ生漆で黒朱色この3種類やと思っとってほしいね、これまだ途中なめしは仕上がってないんやけどジュエルストーンで極みのムラがムラがあったやつですね。このシワがここらはないんですわ、でこれがなめしとかまだレタン進んでいったらこのワイルドにこうぶわっとこう出てくるんですよ。こちら見てもらったこれが基本的な色が白く脂肪もそんなもんないでしょ、これまあ綺麗なピュアなまあ片押しなんかはこういうのでベースで、これ段階としては同じぐらいです。そうです、あれは極みの方は特別ああいうちょっとこう前処理やっぱりデータが途中では違うんやけど、本来はこれと同じように白い皮なんですよね、これが基本のなめしなんですよ、でこれに先ほどあっちの方はまあ目的においてやり方が違う。こういう脂肪のない場所もあるじゃないですか。そうそう、こういうとこは今から出るんですよ。出ない。あえてこういう感じになってる。そうだからまあ言うたら不揃いをもっと不揃いにしたい。やっぱり私のこのテクニックで出す。そうなんですね。
だから難しい一応今日はこの状況で置いとく、これでも置いとくいうのも理由があって、この中に先ほどこの捨てる、薬品が入ってるわけだけど、これが十分に中の芯までじわーっとこう時間かけて、アクションは今ちょっと回して何時間か回してアクションのその後はゆっくり浸透圧。小さい方では何をやってるんですかね。ちょっと見るだけ見る。新しいものをサンプルが試験こう挑戦するのに、ここらのドラムやったら横見えへん。先ほどのいろんなこう試験してみるのも横から背面も見えるし、この変化もやっぱり全然見えるやな。薬入れてああいうやったら中が全然見える。今これトカゲの皮今、色黒の色入れてるところですね。今回めちゃめちゃ少なくて5枚だけ染めてるんですけど、トカゲとかで使ったりします？使ったことないです。そうなんですね。今回多分靴に使えないぐらいの大きさなんで、こんな感じのトカゲを今なめし終わって染めてるところ。そうですそうです。爬虫類はやっぱりなめしもやっぱ牛と違って専門的なまた別の知識がいるんで、なめしは、東京の方の棚さんでやってもらって、でクラスの状態でこっち持ってきて、で染色とあと漆の仕上げをうちでやってるような感じですね。なのでここに来る時は、白い感じのクラストなんですけど、それをこっちで色を染めて仕上げしてる感じですね。これだいぶ小さいんですけど、これで多分20センチから25センチぐらいの横幅ですね。多分靴作るんだったら30センチ以上はないと多分一足取れないと思うんですけど。厚みどれぐらいなの？これだいぶ薄いと思いますね。1ミリあるかないかぐらいだと思いますね。やっぱりトカゲも個体が大きくなればなるほど厚み取れるんですけど、逆に厚みが大きくなると、というか個体が大きくなると結構こう腹ばいで生きてるんで結構傷とかが増えてくるんですよね。なので小さい方が綺麗は綺麗なんですけど、サイズがやっぱ取れないので、あと大きいのはなかなか今入手が難しくなってるみたいで、これぐらいの大きさがもう一回り大きいぐらいが多いかなっていう感じですね。でいろいろ爬虫類系もプロコとか、ヘビとかも試したんですけど、漆とのやっぱり相性がやっぱりどうしてもあるんで、結構クロコだとこう符が大きいとやっぱり漆がこう面で乗っちゃうと曲げた時に割れちゃったりとかっていうのがあるんで、その点トカゲは一個一個が脂肪というかね、鱗の感じがあるので一つ一つにこう乗って漆との相性が良かったんで、今こう製品化までなってるっていうような感じですね。これは本当に牛とかでも1枚2枚でも全然染めれるんで、試験する時とか、例えば新しい色作ったりとかちょっと新しい配合でやったりとかっていう時はこっちで、中の様子見ながら使ってる感じですね。白漆の白いやつがすごいなんか表情が気になって、本当ですか？ありがとうございます。これはこの中に入れたのがドラムの中入ってます。塩基度ってね、pH をね、大体このなめしもそうやけど大体弱酸性ぐらいでしたし、それをなめしをこう安定化させるには pH を上げていくんですよ。炭酸ナトリウムで家庭でも使うやつです。重曹です。そうです。それでゆっくりゆっくり少しずつ塩基度を上げていって pH を上げて目的のところまで。ということで坂本さんにたくさんお話をお聞かせいただきました。非常に優しい方で、聞いたことに何でも快く答えていただき、黒山川という唯一無二な川の魅力をさらに知ることができたと思います。本当にありがとうございました。革靴の剣のチャンネルでは黒山川を使用して制作している靴も動画で紹介していますので、ぜひ概要欄のリンクからご覧ください。それではまた。